はこういうものを作ってみました。石付きの心拍です。石はちっちゃいのをたくさんくっつけてこさえたもので、心拍は自分で刺し木して県外に仕立てた感じです。石付きにもいろんなタイプがあると思いますけど、ちょっとこういう鉱山の上に心拍垂れ流してるぞみたいなそういうのを作ってみたいなと思って挑戦してみました。これからこの石の付け方とかですね、紹介していきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧になってください。はい、材料はこちらになります。これはアクアリウム用の、溶岩石。結構お安く買えるものなので、ちっちゃい石付きとか作る時によく使ってます。石付きにするのはこういう心拍とか五葉松とか鉱山の植物とか多肉とか、石付きに相性がいい植物結構ありますので、そういうのをセレクトしてくっつけるという感じですかね。まずは主役となる石を作りたいんですけど、石付きによく使われるようなしっかりした龍岩石とか鞍馬石とかそういうものは私持ってないので、こういう軽石みたいな安いものを組み合わせて好きな形にして石付き作ってみたいなと思ってます。といっても私もちゃんと作ったことないので、どういうものがいいかね、ちょっとイメージをしたいなと思ってるんですよ。心拍石付きで画像検索してみたら結構ね、いろいろかっこいいのがあるんですよね。これとかね、かっこいいですよね。でも鞍馬石はちょっとないし、作るの難しそうだからやめるとして、あとはそうこれもね、結構縦長というか立ってる感じの石に心拍を圏外にして作るっていうのもなかなかね、かっこいいですよね。これをミニで作れたらいいなと思うんですけど、カンタさんが作ってる動画のやつね、この画像を見ると石付き、これ石かな、石はここ結構隙間があって、デコボコしてて隙間があって、木をね引っ掛けたり噛ませたりするのにね、ちょっといい感じですよね。これボコボコしてる感じ、やっぱりこういうちょっと立ってる木かな、こういうのかっこいいですよね。これもかっこいいですね。どっちかといったら山というより島っぽい感じ。水盤にね砂敷いて石付きのやつを飾るとかっこいいかも。よし、イメージ湧いたぞ。私もちょっとね、事前に考えてたのがあるんですよ。ここの部分、これなんだろう、ちょっと島をイメージしてね、こういうのいいかなと思って作ってみたりしたんですけど、さっき画像で見た感じで山コース、島コースじゃなくて山コースもいいかなって思って、ちょっと木をつけたらね、また違ってくると思うんで、もう最初からガチガチっと決めずに石作るのも楽しみながらね、やりたいなと思います。はい、石をつけていきますが、どういう風につけていくかですよね。こういう風に売られてる軽石、溶岩石って結構カットしてある面があって、座りがいいところがあるんですよ。土台は座りのいいところを使って、石にも表情というかね、見た感じでちょっとかっこいいところ、表情のいいところがあるんで、そっちを石の表として採用するのが一つあるんですけど、安定性を求めすぎて、例えばこういうピラミッド型にしちゃうと全然面白くないので、どっちかっちゅうとこういうちょっとアンバランスというか倒れそうな感じで積み上げていくと面白いものができるんじゃないかなと思ってます。で、こうやってくっつけるのに接着剤を使うんですけど、結構固まるのに時間がかかるんですよね。これはこうで、これはこうでとかやってるうちにだんだん崩れてきて、あーってなるので、なんかいいのないかなと思って探したらいいのがありました。こちらになります。上畑養魚株式会社さんの製品なんですけど、このわたわたみたいなのと液状の接着剤があるんですよ。これがすぐ強力にくっつくんで、思った位置にしっかり瞬間的にくっつけることができて、なかなかいいやつやなと思って。普通この位置関係でこの重力かけて G かけて
固まらないんですけど、これでいこうと思ったら、でここから液をチュルッとチュルチュルッとね、この綿に染み込ませるように入れたら、なんか煙みたいなのがちょっと出てきて、これおい、一瞬でなんということでしょう。これ最高やないですか。そうで、煙が出てしばらくそれが止まったら、おい面白いこれ。何これ、めっちゃ面白いよ。いやーとで、待つ。よいしょ。おい、うん。何これ、どうなったなんか変な形になってきたの。なってきたけど面白いぞ。はいはい、こんなだったよ。面白いね。もうこのぐらいあれば心拍もつけれるから、これを骨格として、あと肉付けしていきましょうか。よいしょ。こんな感じで、この辺に木を落としてみると、こんな感じかな。こうするといいかもしれない。使う木はこの心拍にします。先に針金巻いてしまいます。ほいほい。剣外にするので、この辺が頭になるんかなと思います。こういう隙間があるので、ここに根っこがはまるように、地上部はもう何とでもなりますから、とにかく根がちゃんと張れるような配置で考えながらはめ込んでいきます。はい、今こんな感じでくっつけました。ちょっとバランスも悪いんですけど、一旦こういう糸で根っこを押さえていきますよ。よいしょ。よし、これできたら毛と土を貼っつけていきます。よいしょ。毛と土。なんかメガネの度数が合わなくなってきたな。近い距離だとこのメガネつけてると見えない。これ何ですかね。近視近いものが見えないってなんだろう。レンズ変えてもらいに行こう。ちょっとこの辺は露出気味だね。ちょっと心配なところだからしっかり保護しておきます。はい、毛と土コーティングできました。よし。はい。ハイゴケとか貼り付けておくとなお良いですね。はい。石の表は、こんなとこだったと思うんで、そうすると心拍が向こう行っちゃってるんで、こういう風な曲げ方をしていきたいと思います。はい、OK。針金足りんかったかな。頑張れ。はぁ、嘘だろう。取れちゃったから、補修。いや、補修も簡単。剣外にしていきます。よいしょ。思いっきり剣外にした方がかっこいいっすよね。曲げてね。よいしょ。よいしょ。白枝。こうやって。棚でこうやって。いいんじゃないかな。ほぼほぼできたんですけど、この辺少し物足りないんで、ついでに草もつけちゃおうかなって思ってます。で、今回はこのフレッシュに飛び込んでる草、
これは、黄金シダと縮れ歯の立浪草ですね。ちっちゃい姫立浪草があります。これをこの辺につけようかな。飛び出てるのはね、下からどんどん出てくるんで、飛び出てるのを切ってほぐしていきますよ。ほぐしで、ちょっと適当にカットして、ここの隙間にズボッと入れちゃいます。立浪草、黄金シダが下がいいね。こんな感じかな。たら残りの根っこを隙間にすき込んで、結構入るね。余裕だね。で、糸で留めると。ちょっとここで留めて、で、草と草の間に糸を引っ掛けて、で、留めのクロスして草と草の間に細い糸を引っ掛けて留める。適当に結んで一回結んで、ちょんちょちょん。グッ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 。こうかな。こうだね。こんな感じになりました。こうね。高さ的にはこれは14センチぐらいになりました。この辺にもう一本つけてもいいかなと思うんですけど、ちょっと今日はここまでにしときます。いい感じになりました。そういうわけでまた一個楽しみな素材ができました。まだちょっと曲げ方とか甘いとこあるんですけど、しっかり根付いてからまたかけ直しても全然大丈夫なんで、これはこれでいいんじゃなかろうかと思います。これはちょっとまた変わった作り方というか、あまりやらないのかなと思うんですけど、本来はこう硬い材が、硬い石とかね、シャリとかがあって、本当はそこを根の形に上から見た時にこう削るルートを作って、そこにこう根っこを通して、これ根っこですね。でこう固定すると、そうするとこの根っこがだんだんこう太ってきて、で将来的にはこれが太ったのがこうなってね、太って食い込んで、こういう風にくっついて癒着する根っこでしっかりくっつくので、ちょっとカパってねかぶせたぐらいじゃなかなかくっつかない難しいところもあると思うんですけど、後付けでねこうボコボコしたものを作って、ここに引っかかり欲しいなと思った時に例のブツを使ってこう止めてね、視点を作っていく、プツプツと作っていくのも割と簡単でいいんじゃないかなと思いました。結構面白かったので、暇な人はやってみてください。